こんにちは、 SBFJ 利根川です。今日は近場です。国道4号バイパスのすぐ近く。いや、あそこから走ったらめっちゃワクワクしませんか？あそこからこっちを狙うってめっちゃワクワクしませんか？あ、指が映っちゃった。いや、めちゃくちゃワクワクしちゃうので、そこから出してみます。斜め打ちかな。こっちでも太陽が向こうに沈むんで、ここの影はありか。ただこっちのそうだな、こっちは照らされちゃうのか。そこの影ありかも。ちょっとやってみます。トンネル上には圏央道があります。圏央道を通ってる仕事車の方、お疲れ様です。さあ、ここでクランクになっている。この後一直線、流れ込みなのか吐き出しなのか、それも流れ込みなのか吐き出しなのか。いや、これ吸い込みだな。何はともあれちょっと準備してあの辺を狙ってみます。嫌なもん見ちまったが、これマダニか？ちょっと虫除けスプレー持ってきます。いや、触覚があるからマダニじゃねえか。はい、釣り竿が準備できました。5尺かな。釣り竿が準備できたのでご褒美です。いただきます。竿は 1.5 メートル、5尺のめぐるエコ。仕掛けは 1.5 号の5尺500。これだけ風があるので、釣り方は重りベタのドボン。水深を測っていたら針がついているとはいえ、予想外の来訪者がやってきました。空振りしたんですが、針をつけたら多分ザリガニの稚魚がかかった。水深はハリスメジャーがこの辺で、50、60、70センチぐらいの水深はあるか。用水路の美味しい水を確保。いや、澄んでるんですよね。水も冷たくないし、つまりちょっとやばそう。餌は綿ぐるに進化、綿進化でやってみます。入れるところだった。ぐるぐるぐる綿進化なので、バラぐるぐるぐる、バラぐるじゃないな、グルダンのぐるぐるか。待ってます。一投目よろしくお願いします。2024年の台風第1号がフィリピンで発生しまして、それは全く関係ありませんが、気圧のせいか爆風です。この辺りはイネ科の雑草が非常に多く、ネズミ細麦がちょろちょろと花を咲かせているので、それにやられて鼻水が止まりません。もちろん薬は飲んでいます。そして1投目から反応あり。1投目から当たっちゃいましたが、ザリガニちゃんの手のすれでした。寒いので上着を羽織って再開。しかし合わせてみると、やっぱりザリガニ。これは落ちちゃいました。
上に羽織っただけではまだ寒いのでフリースを取り出しました。当たりだけで言ったらすごい数の当たりがありますし、魚の糸ずれみたいな動きもあります。でも釣れてくるのはザリガニばかり。もう笑うしかない。またしても真っ赤しザリガニでございます。ザリガニしかいないのか。暗くなる一歩手前で深刻なエネルギー不足に陥ったので、本日は撤収。ネギラーメンにライス、餃子のお得セットで腹を満たしました。後日仕事を中抜けして久しぶりの去って放水路。利根川の仕事は24時間いつでもできますが、釣りは日中しかできません。12時から午後6時まで釣りをしたら、午後8時から深夜2時まで仕事をすればいいのです。終わらなければ朝まで仕事とはいえ、さすがに野尻湖では釣りをしすぎたので、いろいろ大変なことになっております。ということで、これは3投目ですが、早速動きがありました。3投目は空振りですが、魚は近くにいるようです。実はこの竿、見てわかるかもしれませんが、5尺の倍の長さで10尺あります。この後思いつきで、そうだ5尺の動画にしようと思ったのでお許しください。確かに悪く言えば行き当たりばったり、よく言えば現場主義。とりあえず魚を釣って気分的に楽になってから5尺に変えましょう。ちょっと最近燃え尽きかけていましたが、いろいろ一段落したので、釣りに対するワクワクも戻ってきました。来ましたが、楽しいですね。これですね。いや、これから何とかしてわけわかんなくなってきますからね。最初のうちになんかポッと釣れますけど、いい方ですね。舌をガチッと食ってますね。油さんが釣れました。よいしょ、ありがとう。今日使っている餌は、上の針がペレドにつなぎグルテン、ペレド100につなぎが12から15くらい、そこに水が50とかだったような、正直うろ覚えです。下の針にはシンベラグルテン底を80、綿グル15、芋グルをパラパラしたいつものグルテン。久しぶりに標準水量でグルテンを作ったら、なんだか不思議な感じ。今日は流れもなく風もあまり吹いていなかったので、バランスの底釣りでスタートしましたが、風が吹いてきたので流れがつくのも時間の問題でしょうか。でも何よりも光の反射と風が組み合わさり、浮きが見にくいのが困ります。釣れたかな。いってる。そうですね。さっきと同じくらいか、そんくらいですかね。ちょっと傷が痛々しい子が来ましたが、食ってました。ありがとう。竿を一気に縮めて5尺。ちょうど穂先のあたりに浮きが来たので、水深は約 1.5 メートルということです。利根川は野釣りで底釣りをするとき、ほとんど振り切りでやっています。今回浮きが穂先のすぐ先にある
というだけで水深的にはだいたいこのぐらいまでの水深が多いです。浮きの下は道糸が斜めになって結構沖に餌が落ちているのかと思っていましたが、思っていたよりも浮きの下に餌があることが分かって勉強になりました。10尺に比べると5尺は反応がかなり薄かったので、試しに8尺に伸ばしてみましたが、やっぱり食いません。一旦後ろに置いた5尺に戻しても食わず、最後は10尺に戻してみてもダメだったので、心機一転橋の下へ場所を移動します。前もこうやって橋の下に移動したな。声がガサガサで申し訳ございません。動画の冒頭で釣りをしていた場所よりはマシですが、やっぱり水辺にはイネ科の雑草が生えているので花粉が飛んでいます。杉の花粉は数十キロ単位の距離を飛びますが、イネ科の植物は花粉自体が重く、いいとこ 100m、200m だそうです。なので家に帰れば落ち着きますが、体から抜けるまで1日2日は鼻水とくしゃみが止まりません。空振りしちゃいました。でもこれは魚がいる証拠です。さっきの場所で5尺を出した時はこういう動きが全く出せなくて、さすがに無謀なのかなと思いましたが、利根川勝利を確信しました。この日去って放水路で釣りをしながら5尺で釣りをした動画が過去に何本かあるな。そうだ、5尺で釣りする動画をシリーズ化してしまえと思いつきました。水路での動画では5尺をちょこちょこ使っていますが、5尺 1.5 メートルっていう竿は本当に短い。笑っちゃうくらい短い。釣り台を使って釣りをするなら7尺くらいが実際はちょうどいいので、難しいところですが5尺シリーズ、その名も5尺で遊ぶ、不定期更新で時々やっていきます。悪くないサイズ。悪くないサイズ。5尺でやっと来ました。何センチだろうな。枠を超えてたので35ぐらいのマブナさんですな。はあ、5尺楽しい。ありがとう。これは魚っ気があるのに完全に油断していました。背もたれに寄りかかっていたら浮きが動きましたが、反応が遅れてしまったせいで空振り。とはいえ魚はまだそこにいるので、次の一投で仕留めましょう。この時期って春の大型狙いの直後なので、ついつい餌を大きくつけてしまって浮きに魚の気配があるのに食わせられない、利根川やりがちなんですよ。ちょうど田んぼのシーズンなので農薬が流れ込んだりする影響も多少はあるんでしょうけど、毎年この時期は釣れなくて苦戦しているような気がします。とはいえ前から言っているように、物事は0か100で片付けできるものなんてありません。利根川のポンコツな腕も含めていろんな要素が絡み合っているんでしょう。
背がかりしちゃった。買ってないのか。背びれから上がってきたのでスレかなと思いましたが、ちゃんと口にかかってたみたいです。さっきからいたのも危なさん食ってました。推定25。よし、ありがとう。この一投、利根川完全にミスしました。いつも通り沖に向かってポーンと投げたら気づいていませんでしたが、浮きと穂先に道糸が絡んでました。気づくのが遅かったので餌がそこにつかないまま手前まで来ていたと思いますが、穂先をちょちょいと操作したらほどけたので一件落着。この辺りは手前に杭が並んでいるので、そこに魚が隠れてると思ったんですよ。バス釣りをしていたら絶対に狙いたいところというか、十運年前にゲイリー山本の先行を投げてたな。いやー、5尺でかけるとスリル満点です。長い竿は長い竿の楽しみがあり、短い竿は短い竿の楽しみがありますね。どちらが上とか下とかそういうのはないんですよ。楽しいんですよ。魚釣りは楽しいんですよ。もう全然違う。思いっきりカツンと当たった船、ガガンボが飛んでる。よいしょ、ありがとう。まあ何度目の話になるか分かりませんが、この幸手放水路、利根川が人生で初めてバスを釣った場所です。もともと友達がここに時々来ていて、ゲイリー山本のダブルテールグラブ、これをテキサスリグでともかくゆっくり巻くんだと教えてもらい、3回目来た時くらいに釣れたような。小学生の時にグランダー武蔵でバス釣りに目覚め、その時にいろいろ買ってもらいましたが、1匹もバスは釣れないまま釣りをやめて大人になっていました。ここで初めてバスを釣った時は本当に感動しました。それからダブルテールグラブで釣って、線香で釣って、カットテールで釣って、グラブで釣って、もうゲイリー山本大好きでしたね、あの頃。5尺ラッシュが来てる。船、よいしょ、ありがとう。夕間詰めのラッシュが楽しくて、気づけばやめ時を逃してしまい、結構暗くなってきました。もうそろそろ浮きが見えなくなるし、強制終了かなと思いながら手短なものを片付けていました。目玉だ。飴玉です。持ってったのは飴玉でした。飴玉上がりか終了。お疲れ様でした。5尺シリーズスタート。皆さんも5尺で幸せになりましょう。利根川はなんだか久しぶりにバス釣りがしたくなったので、動画にはしないと思いますが、3年ぶりくらいのバス釣りでもしてこようと思います。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。5尺での釣り、次も見たいと思ってくれたら評価ボタンを押していってください。よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。